あ、麦ちゃんおかえり。はい。はい。よいしょ。はい、どうも。今日はですね、このソナレを遊んでこうかなと思います。よいしょ。まあ、ソナレじゃないらしいんですけど、本当は。まあ、でも僕、ソナレかソナレじゃないかね、ちょっと区別できないし、まあ、大体こういうもんなので、ソナレだってことで、今日やっていこうと思います。このソナレはですね、トミーさんっていう方からね、YouTube チャンネルもあって Twitter もやってらっしゃるんですけど、いただきまして、元の映像をねちょっとじゃあ出しましょうか。元この辺に出しましょうかね。元、まあ、こんな感じで、これのほんと先端を挿し木したようなのを何個かいただいて、もうそれが2年か3年前だったかな。1つの鉢に入れてて、これ3本ぐらいになってるんですけど、ほったらかしにしてたのを、まあ、ちょっとだけ曲げたのがねこの状態で、それを試しにこうもっとグイッと曲げたのがこれなんですけど、葉の感じはですね、まあ言うなれば心拍の杉っ葉みたいな感じでトゲトゲしてまして、ただまあ痛くないので、色今こんな感じですけど、ちゃんと元の感じはこの緑色の綺麗な感じなので、春になったら戻ります。痛くないですね。でよく曲がります。すんごいグネグネ曲がります。だから曲げやすくて多分楽しい素材だと思うんですけど、なんかあんまメジャーじゃないですね。でちなみに塗装はこんな感じでして、似たような感じですけど、こっちはね結構痛いです。硬くて痛いので、そういう意味じゃ心拍とソナレじゃないや、心拍と塗装の真ん中ぐらいで、まあ、やりやすいんじゃないかなと思うんですけどね。ちょっとこれで遊んでいこうと思います。で今日は特にどうするって決めてないので、本当やりながらこう葉とかね切ってってどうしようかなって感じです。よいしょ。一応ざっくりとね曲げてはあるんですけど、ただのまっすぐだったので、その後何にも考えてないので、とりあえずこう太い枝をこう見ながら幹をどこにしようかね考えて、よいしょでやっていく感じですかね。こういう幹の全然見えないですね。大きなね枝の分かれ目にあるこう細かいのをこうバチバチまずは切ってって、である程度の筋をねこの辺にしようかなって決めてからやっていきましょうかね。まあ、なので今日は多分ゆっくりと見てもらう感じになると思います。結構時間かかると思うんでこれで、そうだ遅れましてどうも明けましておめでとうございます。一応新年一発目じゃないんですけど、2日ぐらい前になんか何の気なしに配信をこうやってみたので、一発目じゃないんですけど、ちゃんとご挨拶するのはね初めてだと思いますんで、今年もよろしくお願いします。一応ねもういいか。新年の目標はですね、まあ、YouTube としてはチャンネル登録者1万人と、あとは鉢を作って自分の盆栽を作ると。であわよくば売れたらいいなっていうのをね目標にやっていこうと思います。こういうね大きな流れがここにあるんで、これを生かしてこうさらにグイッとね曲げれるようにやっていきたいと思います。めちゃくちゃ曲がるんですよこれ。すごくないですか。脇芽もねガンガン出るので、もうほったらかしておくとほんとボッサボサになっちゃって、何が何だか分からなくなりますね。ちょっとこの辺はすいません、長いんでいらない葉っぱ切るのは飛ばすかもしれないですけど、よいしょ、まずはそこからやっていきます。いるかいらないかの判断をどうやってやってるかっていうとですね、ほぼ勘なんですけど、なんて言ったらいいんだろうな。とりあえずこういう枝の分かれ目、どこが見やすいか、分かれ目にこう出てるようなのをまず取っちゃって、であとは同じようなところから何本も出てるのも取っちゃって、どれを取るかはですね、結構適当です。今んとこは、強いやつをね残して、弱いやつをこう
取っちゃうみたいな感じにしてますけど、全部が全部それでいいかっていうとそういうわけでもないと思うんで、そこら辺はなんかこう作りながら考えていってもらう感じかな。明らかにこう針金かけても絶対それ使えないっていう場所にあるのはまあ先に取っちゃって、あと分かんないのは少し残しといてっていう作り方ですね。間の細かいの取るだけでも随分針金をかけた時にどうなるか分かりやすくなると思うんで、先にそれだけやっちゃうのもいいかなと思います。本当のプロの方はもうこの時点でいる枝いらない枝をですね、いらない枝をもう決めちゃって、でサクッと全部こう剪定した後に少なくなった枝葉の状態のところに針金をかけるっていうのをやると思うんですけど、僕にはそれはできないので、そんなうまくないので、順を追ってやっていく形でやります。てっぺんはよくわかんないからちょっと多めに残しておいて、あとはどの芯というかどの枝を使ってこうね木の芯にしていくかっていうのを決めちゃうと結構楽かな。この枝にしようかなとかこの枝にしようかなって悩んでると、多分作ってる時も作り終えた後もなんか今一つピンとこないっていう状態が続くと思うんで、一本芯を立ててですね、これで作っていくっていうのを決めちゃうと楽ですね。よし、とりあえずこれをさらに巻いてみましょうか。こうやってね、ぐるっとね。でなんかいっぱい重なるところの枝は切っちゃって、必要なところで残していくと。これはね確か2本のはずなんですよね。ここね、こっちとこっちで、よいしょ、こうか、こっちとこっちで1つずつになってるので、相関的に育てていくのか、将来的に別々にするのか、どっちにしようかな。じゃあ針金かけていきましょう。他の方の動画とかでね、針金のかけ方ってちゃんと僕よりも詳しく説明してくれてると思うんですけど、一応注意点としては、曲げたい向きに合わせて針金を巻くってことですね。ちょっと手でこう示すと、この枝をこうやって曲げたい時は時計回りに、やっぱり時計回りというかその回る方向に針金を巻いてあげた方がいいわけですよね。こうやって回してるから針金もこうやって巻いてあげると。これ逆向きに巻いてこっちに曲げようとすると針金が浮いたりして曲げづらいので、そこだけ注意してもらって、できれば曲げるところの外側に針金が来るようにっていう、この感じ、あとここだったらここの上に来るようにっていう風にこう巻いてあげると綺麗に巻けると。偉そうなこと言ってますけど、僕もそんなにうまくないんで結構とりあえず曲がればいいんじゃないかなと思います。ちゃんと固定ができて曲がってればもうそれでいいんじゃないですかねっていうことで最初はやってもらって、でそれがもっと上手くなると少ない本数で効果的に針金がかかるようになるんだと思うんで、そういう風にやってもらえればなと思います。これはこうだから、すいませんね、ちょっとね木がボッサボサだからね針金かけてる様子が見づらいと思うんですけど、そこはちょっとお許しいただいて。今朝のだったっけかな、ボッサさんの長峰さんの動画でも言ってましたけど、やっぱ小白類はね針金かけづらいですね。枝の先にこう葉が残ったまんま針金かけ出すので、それをなんか本当は巻き込まないでやった方が綺麗なんでしょうけど、巻き込んじゃって別にいいと思うんですけどね、作ってる途中の段階だったら。どうせその枝使わないとかその葉使わない、伸びちゃってもっとね先の方になるんで、そこは関係なくなっちゃうと思うんですけど、できたら避けれた方がいいですよね。なんかね松とかだとね、どうしても手が触れた瞬間にそこの枝がこう途中からパキッと割れてっていうか折れて、後でちゃっこくなっちゃうんですけど、そうなればならないですね、全くね。心拍とかでもガンガン葉が落ちますけど、ほんと葉がこうなんていうか丈夫というか、その割に柔らかくて痛くないし、すごく楽です。よし、じゃあこれをここかかったんでグリンと巻いていきます。こっち邪魔だな。
まあいいか。こういう感じでですね、こうなんていうの、さっきの腕のやつみたいにこうなんかねじりながら、針金の向きに合わせてねじりながら内側に曲げていく。ような感じですね。よいしょ。少しねじれてきましたね。いい感じいい感じ。すんごい曲げれる。ぐるんぐるんとなんか一周しましたね。よし、じゃあここの状態でこれはよしとして、あとちょっと枝がボッサボサなので少し透かしときます。そうするとまたここが重なっていらないなっていうのができてくるんで、アマチュアの僕はそれの繰り返しですね。すげえガンガン曲がる結構小さくなりましたよね。ここ畳みましたね。なんかね、こんなんがね結構簡単にいくんですよね。しかも幹ね別に割れてないんですよね。これがすごいとこだな、このソナレっていうのの柔らかい。とりあえずざっくりこんな感じでいいかな、こっち側は。でもう片方をどうしようかちょっと考えて、でこっちもなんかこうちょっととりあえずぐるぐる巻いときましょうかわかんないけどとりあえずぐるぐる巻いて、後でなんかなったらいいなぐらいでやっときましょう。よしよし、なんだかわかんないけどできたぞあとはいらないとこの葉をちょっと取っといて、はい、じゃあなんとなくできました。こんな感じになってます。よしよし、さあ謎のものが出来上がりました。まあでもこんな感じでですね、とりあえずなんか曲げとくと後でなんとかなったりするので、ざっくりとねやってみるのがいいかな。こっちの方がよくできてるな。やっぱ僕相関苦手なんだな。1個だけの方が楽でしたね。まあここを中心に今度はこれを作ってって横をねどんどん広げて幹を太らせていくみたいな感じでこっちは作ってって、これはもうほんとどうなるか分かんないですね。僕も分かんないなんか一応こっち側はここを中心にしてこうくるくると巻いてってまた畳んでっていう感じでしょうし、こっちはどうなるのかな分かんないな。とりあえずこれで少し育ててみてなんか面白くなったらいいなっていう感じですね。はい、はい、というわけで今日はねソナレだと僕は思ってるこの2つをね針金掛けしました。よいしょ。これね手も痛くなくてよく曲がるし本当に面白いと思うんで、完成品がまだ手元にないんでこれの良さを全然伝えられてないんですけど、トミーさんのツイッターとかね、YouTube にはまだ載ってないかけど、まあそこら辺見るといいの載ってると思うんでぜひ見てください。今日ねご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ではまた。